皆さんこんにちは。リニアフェイズ、タイムアライメント、タイムドメインという言葉が聞かれます。これらは位相に関係したことですが、位相歪みは人間には分かりづらいという話もあります。実際はどうなのでしょう。今回はこれを詳しく見ていきます。これは音の波のイメージです。A が原音、B が再生音です。この2つは全く同じ音に聞こえます。位相というのはこのような波の時間的な位置関係です。例えばこの例では A に対して B の位相がずれています。ずれの量は一周期が360度ですから90度です。このように波の位置関係がずれる現象を位相歪みと言います。位相歪みはスピーカーの距離が違う場合も発生します。この例では A に対して B が遠くにあります。音が遅れて届くことで位相歪みができています。位相に関係した言葉とその目的は次の通りです。リニアフェーズというのは低音から高音までの音の位相を揃えることです。ボイスコイルの位置をずらしたり、ネットワークの回路を工夫することでこれを実現します。リニアフェーズを初めて商品化したのがテクニクスでした。こんな風にユニットを階段状に配置する特徴がありました。タイムアライメントというのは音の到達時間について整合を取ることです。スピーカーの距離が極端に違うカーオーディオやホームシアターの調整に使われています。タイムドメインというのは時間領域のことです。ここでは時間軸で見た波形の再現性に注目します。振幅と位相がぴったり合っていれば、原音の波形をそのまま再現できます。クロスオーバーフィルターを通すと位相がずれます。この影響を見ていきます。今回は音楽データを加工するためのプログラムを作りました。これを使ってフィルターやディレイをかけていきます。今回設計したフィルターの特性はこんな感じです。中域のど真ん中 1kHz で分割した 2way のフィルターです。傾きはごく一般的なオクターブ 12dB です。ホワイトノイズをこのフィルターに通すとこんな音になります。この2つを足し合わせても完全には元に戻りません。具体的にどう変わってしまうのか、周波数分析するとわかります。振幅特性はフラットですが、位相に歪みが出ていますね。ここはまっすぐ一直線が理想です。このように位相が歪むと、タイムドメイン、つまり時間領域で見た波の形が変わります。これが実際の音楽でどう聞こえるのかお聞きください。原音とフィルターで分割合成した音を交互に流していきます。答えを伏せておきますので、どちらが原音か当ててみてください。空を見て
どうでしょう。原音と位相歪みのある音の違いが区別できたでしょうか。クロスオーバーフィルターを通すと位相が歪みますが、振幅特性が変わらなければ音に影響しないことがわかります。リニアフェイズのシステムでは音源の位置を揃えています。この図の黄色い四角が音源、つまりボイスコイルの位置です。左はその位置がずれてますが、右はぴったり合っています。これで音がどう変わるのでしょう。ウーファーを20センチずらして合成した音と原音との違いをお聞きいただきます。システムのクロスオーバーはさっきと同じ 1kHz です。どうでしょう。今度は音色が違って聞こえたと思います。具体的に何が起きたのか、周波数分析してみましょう。クロスオーバー付近に谷ができてますね。これはウーファーの音が少し遅れてくるせいで、位相が反転して打ち消された結果です。20センチのズレは 850Hz で位相が反転します。クロスオーバー周波数がこれに近いと、2つのユニットから位相が反転した音が出てしまいますから、打ち消し合って振幅特性に谷ができます。これも位相歪みの一つですが、クロスオーバーの例と違って音が変わってしまったのは、振幅特性が変化したためです。ちなみにこの影響は3ウェイにすると小さくなります。例えばこちらのスピーカーですが、このシステムではウーファーとスコーカーのズレが10センチで、クロスオーバーが 500Hz です。この場合の結果はこんな感じです。ちょっと振幅が落ちていますが、さっきよりだいぶ影響が少ないですね。10センチずれていると 1.7kHz で位相が反転しますが、クロスオーバー周波数が遠いので打ち消しが起こりません。タイムアライメントの影響を見ていきます。この図では右のスピーカーが遠いですから、その分音の到達時間が遅れます。これが音にどう影響するのでしょう。距離が20センチ遠い場合と距離が揃っている場合との音の違いをお聞きください。どうでしょう。
低音楽器の音はセンターにあるのに、ボーカルの位置がずれていたと思います。20センチの波長は 1.7kHz ですから、ボーカルから上の広域が影響を受けます。低音楽器がずれなかったのは波長が20センチより長いからです。周波数分析するとこんな形になります。振幅特性は一直線で位相だけ回ってますね。つまり音源のズレは音色には関係しないけど音像定位に影響するというわけです。タイムドメインは時間領域のことで、時間軸で見た波形の再現性に注目します。このことがどのくらい重要なのか見ていきます。この2つの波形は見た目が全く違います。形が違えば音も違うのでしょうか。試しに聞いてみましょう。どうだったでしょう。これらの波形は2つの波を足し合わせたもので位相だけ変えています。位相歪みがあると時間領域で見た時の波形の見た目が変わりますが、音に関係しないことがわかります。今回の実験をまとめると次のようになります。位相歪みが音に関係するのは基本的にユニットの位置ずれで打ち消しが起こる場合と左右のスピーカーの距離が違う場合だけです。フィルターによる位相歪みはどれだけ大きくても音に関係しません。タイムドメインで見た時の波形の見た目が音に影響するとは限りません。大抵は問題ありません。以上の結果から導き出される結論は次の通りです。スピーカー単体の中で起こる位相歪みはどれだけ歪んでも振幅特性が変わらない限り音に影響しません。チャンネル間の位相歪みは音像定位に影響します。位相歪みは多くの場合音に関係しません。音源の位置ずれだけ注意すればいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。